皆さんこんにちは、激地です。今回はフォールアウト4の中でも非常に有用で導入必須レベル、ド定番といった感じのですね、環境が変わっても常にモッドリストの中に入っているような、なくてはならない便利なモッドをご紹介します。ただしですね、僕の主観がかなり入ったものになってますので、その辺はご了承ください。また基本的な必須モッドに関しては、以前アップしたモッド導入ガイドでいろいろ紹介させていただきましたので、それよりも少し飛躍した感じで定番と言えるものを集めています。とはいえですね、今回紹介しているモッドはすべてモッドマネージャー経由でダウンロードして有効化するだけでちゃんと導入できますのでご安心ください。モッドマネージャー自体の導入と使い方に関してはボルテックスではありますが、先ほどお伝えしたモッド導入ガイドで詳しく説明してますので、よろしければそちらの動画も合わせてご覧いただければ幸いです。それでは少し前置きがなくなりましたが、早速始めていきたいと思います。ではまず一つ目のモッドはですね、FO4 フォトモード。ホットキーもしくはメニュー画面からですね、フォトモードを選択することで、いつでもスクリーンショットが撮影できます。ただスクショが撮れるというだけのものではなくて、フリーカメラはもちろん視野角の調整、ビューロール、被写界深度、時間のフリーズ、アンフリーズ、あとプレイヤーのポジショニング、そしてですね、明るさやコントラストまで、直感的な UI を通してですね、好きなように調整できます。コンソールを使ってですね、同じような作業をするとなると、とんでもなくめんどくさいので、スクショを撮るのが好きな方には、非常にありがたいモッドですね。僕はですね、動画を作るときには常にこのモッドを使ってます。これがないと本当に仕事にならないくらい便利なモッドです。ちなみにキーマウではなくてゲームパッドでこのモッドを操作したい場合はですね、こちらを導入してみてください。オートゲームパッドスイッチですね。キーマウゲームパッドそれぞれの入力がですね、検知された瞬間に入力デバイスを切り替えてくれます。おすすめです。2つ目はサンライトアライメントツイークベタードーン&ダスク。日の出と日没時、浅い角度で影を落として没入感を高めます。で、まずは日の出を見てみます。バニラだと日が昇るとあっという間に明るくなって影が消えてしまいますが、このモッドを導入すると、太陽の日差しに合わせてぐっと奥の方から影が引いていきます。で、撮影した場所はサンクチュアリの橋の手前ですね。日の出に合わせて徐々に建物や木の影が、手前に引いて明るくなっていくのがよくわかります。で、日没時は遠くの方まで影が伸びていくのがはっきり見えるようになります。で、日没はスターライトドライブインで見てみます。後ろに大きな看板があって日が沈むにつれて、徐々に看板の影が遠くまで伸びていっています。こんな感じで日の出と日没時の景観が、素晴らしいものに変わります。ちなみに左上に表示されているのはホロタイムというモッドで、今ゲーム内時間を表示しています。3つ目ですね。アジアンフェイスエンハンスド。一部の顔のパーツをアジア系和風な見た目に変更するオニキュートアジアンフェイスパーツの強化版です。変更される顔のパーツはアイズだとナローですね。で、ノーズはラージとロング。リップスはフルとシックリップスですね。これらのパーツがバニラとは雰囲気の異なる和風なイメージに変更されています。で、同じパーツで作った顔をバニラで見比べてみると、全然違いますね。ただバニラの花、ロングはあまりに不自然だったので、ここではプリティに変更しています。欧米的な顔立ちより和風な顔が作りたい方はぜひ導入してみてください。動画では 2K フェイステクスチャとスキンも変更してますので、より一層アジアンフェイスが引き立つ感じになってます。キャラクタースキンやフェイステクスチャですね、すごくたくさんありますので、いろいろ試して好みのものを見つけてみてください。一応メジャーなスキンやテクスチャをですね、リンクを概要欄に貼ってありますので、ご確認ください。で、次は4つ目ですね。キルティップス&ヒットサウンド。銃弾がヒットした時のサウンドとキルサウンドを変更して、キルログも表示できるようになります。で、ヒットサウンドは4種類ですね。コールオブデューティーワールドウォー2。あとコールオブデューティーモダンウォーフェア。で、ゴーストリコンワイルドアンツ。あとコールオブデューティー4。これらの4つから選択できます。キルサウンドはコールオブデューティーモダンウォーフェアマルチプレイ。あとバトルフィールド1ですね。で、最後にコールオブデューティーゴースト、ボイスの3つです。で、キルログは3種類の表示方法が選べます。
ミニを選択すると左上に小さく記した武器アイコンとともに表示されます。で、5スターはですね、中央上段に星のマークがついた派手なキルログを表示します。で、デリート5スターは5スターの星なしですね。で、鳴らせたいヒットサウンド、キルサウンド、あとキルログの表示方法の選択は MCM で変更できます。で、注意点としてキルログ、キルティップス、UI スタイルを変更した場合はですね、一度セーブしてセーブデータをリロードしないと反映されないようです。5個目はフェイクキルカムですね。ニューベガスで実装されていたキルカムをフォールアウト4で再現するモッドです。キルカムの設定は MCM で細かく調整できます。デフォルトではですね、グループの最後の敵を倒した時か、スニークキルが決まった時発動するようになります。で、シネマティックカメラだけでなくて、通常のカメラでもキルカムが発動する場合があります。この辺りは設定をいじれるので、MCM を開いて簡単に説明します。まずキルカムを表示させる時間、これはプレイヤービュー、シネマティックともにキルカムレンガスを長くすればキルカムが表示される時間が伸びます。で、次にプロパビリティ。これはですね、キルカムが発動した時、シネマティックになる割合ですね。100% にすれば常にシネマティックでキルカムが表示され、0% にすると全てプレイヤービューで表示されます。で、クールダウンタイムは次にキルカムが発動するまでの時間を制限しています。で、バイパスザコンバットステータスチェック。これをバイパスに設定することで、最後の敵、スニークキル問わずですね、すべての敵に対してキルカムが発動するチャンスが与えられます。で、ここでフェイクキルカムの作者のフラン2さんの新作モッドもご紹介します。スイッチスコープですね。このモッドはですね、ADSG、ホットキーで好きなタイミングで1人称視点と3人称視点を切り替えることができます。サードパーソン、ファーストパーソンエイミングのようにですね、ADS 時常に一人称視点に変わるのではなくて、自分が、視点を変更したい時だけスイッチできます。また三人称視点から一人称視点だけでなくて、その逆の一人称視点から三人称視点への変更もできます。で、カメラを変更した後ですね、ADS を解除するとデフォルトではまた元の視点に戻ります。この辺りは MCM で好きなように設定できます。アフターエイミングモードをレストアにすれば視点は元に戻り、ノースイッチにするとそのままの視点を維持されます。で、スキップサムアニメーションをですね、スキップにすると構えるアニメーションを省略してシームレスに視点が変更されます。で、このモッドは普段三人称視点で遊んでいて、要所要所でスコープを使った正確なエイムがしたいと思われている方には特におすすめだと思います。三人称視点でもしっかりシースルースコープの恩恵が得られるというところが僕は個人的に素晴らしいと思いました。続きましてはバファウト4ですね。ゲーム中に CTD が起きた時、そのクラッシュログを生成してくれます。で、クラッシュログはドキュメントのマイゲームフォールアウト4 F4SE のフォルダ内に生成されます。このクラッシュログを見ればある程度 CTD を引き起こした原因となるですね、プラグインを特定できます。試しにすごくわかりやすいログがあったのでちょっと見てみます。僕はこのログをそんな頻繁に見るわけでもないですし、一部しか見ないので、簡単な部分しか説明できないんですけども、ログを下にスクロールしていってですね、スタックの部分を見てみます。するとですね、さらにその下にですね、GKCH フェイス ESP とあります。これはですね、僕が作った NPC のフェイスリプレイサーなんですけども、この ESP が問題で CTD を引き越したようですね。で、ホーム ID をコピーして F04 エディターで開いてみると、エルダーマクソンのホームに問題があったようですね。多分、このリプレイサー以外にも他のフェイスリプレイサーを導入していたためですね、競合による CTD が起きたのかなという感じですね。で、プラグインを見てみるとですね、ケキョブが入っているようなので、これと競合したようですね。すでにプラグインを外してますね。僕が作ったやつを。ちょっと寂しい感じなんですけども。今回最後ですね、
エンハンスライツ& FX。照明をオーバーホールして、屋内のビジュアルをリアリティのあるものに引き上げます。光源のオーバーホールモードはですね、今までいくつか試してみたんですけども、正直ですね、この ELFX を超えるものはないんじゃないかなと思いました。導入してすぐにですね、うわ、すごいと純粋にですね、驚いて数少ないモッドの一つです。あくまで個人的な感想なんですけども。で、ENB と組み合わせることで、さらに効果を発揮するモッドです。ただしですね、暗い場所に関してはものすごく暗くなってしまいますので、ご注意ください。ピップボーイフラッシュライトがあると、さらに没入感が増しますね。とにかくですね、まだ光源を調整するモッドをですね、導入したことない方は、ぜひこれを試してみてください。きっとビジュアルを強化することに興味が湧いてくるっていう、それぐらいすごいモッドだと思います。ということで、今回はフォールアウト4の定番モッドをいくつかご紹介しました。僕の主観がかなり入ったものになっていますが、入れといて損はないものばかりですので、ぜひお試しください。当然まだまだ定番と言える便利なモッドはいくつもありますが、時間的にちょっと厳しいものがあるので、今回この程度でまとめておきたいと思います。また別の機会でご紹介させていただきます。ということで今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。俺に言わせれば、自由とは戦って勝ち取るだけの価値があるものだ。